その僕がロックとの出会いで何を一番思ったかっていうと、やっぱ前例にとらわれないことの凄さ、現状を打破していくというか、もうそれをずっとやってたら今になったみたいな感じですね。常に僕がこう心の中に留めて何か大事にしていることがあるかって言ったら、保守的にならないことっていうことなのかなとは思ってます。岩城達彦のマイメソッド、職業は飲食店の経営をしています。全部で7店舗を今やってるんですけど、いわゆる居酒屋、串焼きとか天ぷらおでんからこういう、レストランダイニングみたいなのまで全部違うコンセプトのお店をやってますね。なるべくそのエリアにはないようなお店というか、内装のコンセプトと業態のコンセプトっていうところの組み合わせが、要はどっかで見たことあるようなものじゃなくするっていうのはちょっと考えてますね。そもそも僕ずっとバンドをやってて、でその傍ら当然食えないんでアルバイトをしてるっていうのがほぼほぼ飲食だったんですよね。で自分でやりだすまではこれで食ってくっていうことは一度も思ったことがなく、で自分で食ってこうと思って、何ができるかってなると、もうそもそも音楽以外だと何やってたかって言ったら飲食のことしかやってなかったっていうのはあります。はい。ちょっとアルバイト社員みたいなのは経験しつつ、そのアルバイトの時点で店舗責任者みたいな感じにはもう要は社員がいなくて、でよろしくねっていう状態はやってて、このままじゃあ1日8時間音楽のことやって1日8時間アルバイトしてっていうのやってても何ともなんないし、どうにかなんないもんかなっていうので、その音楽に対する時間を増やせるんじゃないかっていうのが自分で仕事をしだそうと思ったきっかけなんですよね。最初は個人事業で、要は飲食店のフォローアップみたいなのをちょこちょこ始めて、でそこでお金を貯めまして、ただそもそも会社やりたいとかお金持ちになりたいとか社長になりたいみたいなのがあったわけではなくてっていうのだったんで、結局どっかのタイミングでお店を出すっていうのが一番、その社員でやってる時もこれ自分で店やったら絶対利益出せるのになっていうのは思ってて、でただお店やるって結構お金必要なんで、それで最初のうちはお金貯めてて、2年経った時ですねにじゃあやろうかっていう感じで1店舗目をスタートさせた感じです。小学校の間は6年間サッカーやってて、結構外で遊んでることは多くて、周り割と広い公園で山があってみたいなところで遊んでた感じですかね。中学校に入る時かな、多分テレビ見てて、僕ドラムをやってるんですけど、ドラムやりたいなって思ってずっとサッカーばっかやってたんですけど、パッとドラム叩きたいってなって、じゃあ中学校入ってドラム叩くって言ったらどうすればいいんだろうなと思ったら、どうやら吹奏楽部にはドラムセットがあるらしいと。でじゃあ吹奏楽部入るかっていうので、だから周り仲良かったのはね、みんなサッカー部入ったりしてる中で、そこからですね、言ってしまえばそこでちょっとやってみたいなっていうのとか、かっこいいなとかいいなっていうのはあったんですけど、決定的に音楽これだっていう風になったのは、そこから1年ちょっとぐらいして、今でも僕が好きな偉大なロックスターたちを見たところで、割と人生の大半は決定づけられた部分もありますね。そういう人からの影響を受けてなかったらしてなかっただろう考え方とか、この答えの導き出し方とかっていうのは、それも多分にあると思ってますね。1店舗目をオープンする時は結構やばかったです。どうやってお店を出すかとか、もちろん僕長い間飲食店でバイトをしてたり社員であったりとはあったんですけど、新規オープンとかはやったことなかったんですよね。一切全部初めて
なんですよ。お店を出そうと思った時にやること全てがやったことないことだったんで、僕バカ正直にいろんなところの融資の要件を見たり、大体このぐらいの自己資金を持ってると、このぐらい借りれますよみたいな部分ってあるんですけど、それがもう何回も断られたんですよ。その融資自体は銀行の担当者に「ちょっと今回すいません無理でした」って言われたのが、もう3日後から工事が始まりますっていう時に本当1000万単位のお金が借りれないっていう風に言われて、多分それ人生で一番焦ったかもしれないですね。お金的な問題もあるんですけど、そもそもこれもしできないかもしれないって思ったんで、そうなるともう本当にいろんな人に、最初のお店新横浜で、地元だっていうのもあって音楽をやりながらお世話になってた人とかもいろんな協力をしてくれてやりますって言ってたのが、お金借りれなくて出せませんでした。めちゃめちゃダセえなっていうので焦りました。朝一で押しかけて、で担当の人に出てきてもらってアポなしで4時間ぐらい粘ったんですよでそしたら、再検討してもらえるっていう話になって、めちゃめちゃホッとしたっていうところですね。自分の好きを詰め込んで、自分の感性を詰め込んでっていうところからしかものの生み出し方が分からなかった。どうしても相手があるものだっていうのを分かってても、自分のその思いにと混ぜ方が分かんなかったんですよね。飲食店を別にバイトでやってる時に、これどうやって売り上げ上げようかなって思ったら、音楽を作る時と全く別の思考をしたんですよ。単純に何食べたいのかなとか、どんなお店に行きたいのかなっていうところからスタートしたんですよね。もうめちゃめちゃセンスがいいか、時代とそのセンスが合致するかっていう部分がないと難しいのかなと思って、でお店をやるときは何を心がけてるかというと、好きを2割程度にとどめるというか、最初のコンセプトを決める段階では好きから入らない。成り立つものを考えてから自分の好きを入れていく。でそのバランスを探していくっていうのが、今までなんとかやってこれた部分なのかなっていうふうに思います。常に僕が心の中に留めて何か大事にしていることがあるかって言ったら、保守的にならないことっていうことなのかなとは思ってます。大抵のことって今僕が憧れることとかいいなって思うことって、今の自分にとってはじゃあ傍から見て経験した人から見れば、いやそれ相当難しいよみたいな、誰かは失敗したからとか、やってみなきゃ分かんないし、こういうのでうまくいかなかったからっていうのをあまり気にしないというか、逆にその失敗事例があるんだったら、それはやんなきゃいいだけだし、常に次へ次へというか、もっともっとみたいなのはあるんで、もうそれをずっとやってたら今になったみたいな感じですね。はい、ありがとうございます。なんか目的あるという。あとカメラ目線大丈夫。今いい感じ。